16パーソナリティ診断西田編。わー、こんばんは、西田夏美です。こんばんは、飯村優太です。今回は今流行りの16パーソナリティ診断をやっていきます。質問に答えて性格を16タイプに分類する性格診断です。というわけで早速今回は西田の性格診断をやっていきたいと思います。スタート。定期的に新しい友人を作ることを心がけていますね。いいえ。正直で大変よろしい。単純明快なアイディアよりも複雑で斬新なアイディアの方がワクワクする。ちょっと賛成よりかな。通常事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる方ですね。いいえ、生活と仕事のスペースは清潔で整理整頓されている。どう思いますか？整頓されてる？私はされてない。なんてこった。じゃあこっちね。気持ちいいえよりね。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。いいえ、人脈を広げたり見知らぬ人に自分を売り込んだりすることはとても大変なことだと感じる。はい、仕事に優先順位をつけ効率的に計画を立て期限よりかなり前に完了させることが多い。悩むかそれ。期限より前にはないな、計画的にはやるけどその計画をぴったりにすることが多いかも。ということはいいえですね。じゃあいいえよりにしよう。人々の話や感情は数値やデータよりもあなたに強く響く。いいえ。これ人間性が。予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。これ好きですね。割と些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。はい。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。興味がある人、ファンってこと？いや、わかんないっす。いやでもね、多分緊張しちゃうと思う。頑張って話そうとはする。でもだからいいえより。クリエイティブな作品の様々な解釈の仕方に関する議論には興味はないですね。興味はないですね。ちょいちょいなんか押し付けがましい。ないですねって押されてるもんね。いや、興味はなくはないだから反対する？興味はないですね。で、興味はありますだったらいいえってことだよね。いいえ。行動方針を決定する際に人々の感情よりも事実を優先する。これ割といいえだな。嘘。イエスだな。何の予定もなく一日を過ごすことがよくある。予定ってどのレベルの予定なんだろう。どっか行くとかじゃないですか。家にいる場合は予定じゃないってこと？誰か来るとかだったらまだ予定って言えるけど。でもさ、家で仕事してる人はさ、毎日予定ないことになる？予定っていう予定はないんじゃないですか。私は予定があると思って今まで過ごしていたんだけど、これは予定ではなかった。予定ではない。じゃあ真ん中にしとこう。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。めっちゃ気にする。チームで何かをするのが好きですね。いいえ。未経験の新しいアプローチを試すことを楽しむ。どっちでもない。じゃあ真ん中じゃないですか。便利。完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先しますね。何その反応。だから正直に土星論ばっか並べ立てるよりは多少なりともオブラートに包みますねっていうことを言いたいんでしょきっと。ただ正論をオブラートに包んで振りかざすタイプかも私は。ってことは思いやりないってことですね。じゃあこっちをいいえ寄りにする？でいいんじゃないですか。こっち。新しい経験や知識分野を積極的に追求しますね。難しいね。積極的に？新しいことを知るのは好きだけど、それを何でもかんでもいろんなことに手を伸ばすかって言ったらそんなことないかも。興味があることとないことははっきりしている。じゃあイエス寄りにするか。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。はい。趣味やアクティビティはグループで行うものよりも一人で行うものの方が楽しい。いやこれさ、グループって何？3人以上みたいなこと？グループだからそうじゃないですか。なんか相手によるじゃんね。母ちゃんと一緒にとか飯村さんと一緒には楽しいけど、もうちょいこう広げて友人数名とかだとちょっと変わってくるじゃん。でも一人の方が好きかもな。生計を立てるために架空の物語を書いているご自身を想像することは不可能ですね。物語を書いて生活をしていく自分っていうのはありえないですねって言われてるの？いやそんなことないな。これいいえってやったらあなた作家って名乗るのやめてくださいね。少なくともさ、多少はそこを目指したいってみんな思ってるはずだもんね。じゃあ反対しましょう。感情的な面を多少無視してでも効率的な決断を好みますね。割とそうかも。そうだよね。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。はい。リラックスできません、私そうしないと。意見の相違がある場合、他人の感情を守ることよりも自分の意見を証明することを優先しますね。悩む？
なんで？はいじゃないの？あ、そう？ん。そうだね。はい。社交の場では大抵最初に他の人が自己紹介するのを待つ。はい。なんかもう一個こっちでもいいかもしんない。とても急に機嫌が変わることがある。これ人から見てってこと？自分的に？自分じゃないですか。その機嫌が変わった理由は自分の中でかなり明白なんだけどっていう場合は急じゃないってことだよね。じゃない？じゃあ反対を練習しようか。感情的な議論には簡単に動かされませんね。はい。正論マシーンです。ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを行うことが多いですね。あ、これ多めかもしれない、割と。しかもさ、大人になって何が悪いってさ、じゃあもうどうせ間に合わないんだったらぶっちぎっていいかみたいなことがたまにある。よくないよね。倫理的なジレンマについて議論するのが好き。あ、割と好きかも。そんなにしょっちゅうするかっつったらしないけど、その概念としての議論みたいなのはよくするかもね。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。いいえ。なんで？まあいいや。あ、うちで一緒にいるからってこと？これ人でってどういうことなんだろうね。一般的な人間みたいな意味だと思っていたから、そこに家族って入るって思っちゃう。じゃあいいえよりにしよう。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりしますね。そんなことはないだろう。事実と感情が相反する場合、大抵はご自身の心に従いますね。自分の感情を優先するかってこと？いいえよりかな。まるっきり無視はしないけど、反映させられる分は反映させるかも。仕事や勉強のスケジュールを一定に保つことが難しいと思う。どう思う？難しいんじゃないですか。なんで？よくへばるから。一応そのへばるのも事前に考えた上でやっとこうみたいな感じなんだけどね。あと毎日ちょっとずつやるみたいなのは得意。ただ一定に保つことですからね。毎日同じ量やるってことか。平均的にこなすってことですからね。じゃあこっちにするか。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。強いな。いいえ。結構ぐじぐじ決めた後も悩んでる私は。友達から活発で社交的であると言われますね。これあなたは不思議に思うかもしれないけど、意外と言われるんすよ。嘘だ。本当だよ。嘘だ。本当だってば。でも、ほら、自分は自分の実態を知っているから、何言うとるんこいつはって思ってしまうけど。まあしかしながら問題の内容がね、友達から活発で社交的であると言われていますね。だから。そう、その通り。問われてることとしては、言われてるかどうかだから、言われてるんですよ。だからじゃあちょっとイエス寄りにしとこう。控えめに。文章を書くなど様々な創造的表現に惹かれる。はい。通常感情的な印象よりも客観的な事実に基づいて選択しますね。まあ人間なんで最初は感情的なものに振り回されることはありますけど、そうなった自分を想定して情報を集めて、あ、違うんだってことをやるようにしている。から賛成。日々のやることリストを作ることが好きですね。好きかどうかって言われるとどうなんだろうな。嫌いじゃないけど、作んないと忘れる。優先順位も含めて。のと、あと、それを消していく快感。イエスやな。イエス寄りだな。不安はほとんど感じない。ノー。電話はかけないようにしている。イエス。電話はかけません。電話って待ってる時間がちょっと虚無になっちゃうから私。馴染みのないアイデアや視点を探求することを楽しんでいますね。あ、これは割と好きです。初対面の人とも簡単に接することができますね。簡単ではないよ。いや、頑張るよ。頑張るけど簡単ではないだろ。計画が途中で中断された場合、最も重要なのはできる限り迅速に再び軌道に乗せることですね。なんか難しいこと聞かれた。最も重要なのは、つまり他のどんな方法でもなくっていうことだよね。なんとも言えないんでこれは真ん中にします。あ、間違えた。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。はい。小学校ぐらいの時からの恥をたまに思い返して悶絶しています。ずっとこっちも何十年の恥を暇があると思い返してしまう、勝手に私の脳は。それちょっと尺使って語ります？でもさ、普段はしまってるんだよ。あと多すぎるよ。じゃあいいや。思い出したらラジオで喋るわ、じゃあ。将来的な世界動向の理論を議論することにはあまり興味を持つことはないですね。世界動向はそんなに興味ないかも、あんまり。感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている。逆にすごいね。だからもう思うがままに生きてるってことでしょ。感情とコントロールって割と真逆の言葉じゃないですか。されないように頑張っているけど。じゃあ、ここら辺にするか。意思決定をする際は、最も論理的で効率的な方法よりも、影響を受ける人たちがどう感じるかを重視しますね。これ、間取ること多くない？でも。なるべく効率的で反発が起きないやり方。じゃない？
結局その後さ、この人たちっていうのが反発を起こすと、そこで非効率的になってしまうから、っていう意味ではそれは効率的な方法なのか。人の暴動はない方がいいじゃん。いいえ寄りにするか。難しい。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく、自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。今やる気がある、わー、ちょっと疲れたわみたいなこと。計画性があるかないかっていうことじゃないですか。とりあえずやってみよう。で、いけたっていうタイプか。まずこうしてこうやるんだよ。よしやってみようっていうタイプか。後者だな。誰かに高く評価されると、その人が自分に落胆するのにどれぐらい時間がかかるか考えてしまう。はい。どれぐらい時間がかかるか。かかるかっていうか、その後自分にはこんなところがあるからそれを見られたらみたいなことは考えるよね。ほぼいつも単独で作業する仕事に就くことを望んでいますね。はい。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。いいえ。そうやって文系の学問は迫害されています。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好きですね。いいえ。なわけねえだろ。ある決断がご自身にとって正しいと感じれば、それ以上の証拠を必要とせずに行動することが多いですね。なんで正しいと感じるかの根拠がないと正しいと感じられないから、いいえ。重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。はい。生きることはすべて重圧。いずれのステップを省くことなく順序を追って念入りに行う方ですね。はい。でもこれ難しいのが、私そう思ってるんですよ、自分で。そう思ってるっていうか、そうやろうと思って結構細かい段階を計画してやるんだけど、なんかどっかでワンステップうっかり抜けて失敗するみたいなことが結構あったりして。でもこれ問題趣旨は成功するかしないかじゃないから。準備をするかどうかってことね。じゃあするわ。具体的な手順を踏むよりも創造的な解決策を考える必要がある仕事を好む。創造的な解決策ってなんだ？問題が難しいな。難しいね。実際に体を動かしたり、なんか手を動かしたり、なんか作業をしたりっていうことじゃなくて、頭で考えてこういう風にするみたいなことをしなきゃいけない仕事ってこと？どういう仕事なんだろう？好むかどうかって言われたら微妙なラインな気がするな。ちょっと真ん中ぐらいにしようか。選択をする際は論理的な推論よりも感情的な直感に頼る傾向がありますね。いいえ、感情的になってるなってことを人間は自覚した方がいいと思っている。締め切りを守るのが苦手ですね。苦手じゃないよ。どっちかっていうと得意だけど。得意？提出物とかそういうの全部ちゃんとやるタイプだよ、だって。YouTube の上げるタイミング的なことを言ってるんだったら、あれは2人での作業だから関係ねえと思ってるもんだって。じゃあ反対するにしたらいいじゃないですか。じゃあここら辺にしとこう。見てる方々がどう思うかは見てる方々に委ねて。物事はうまくいくだろうと自信がある。いいえ。結果、あなたの性格タイプ、建築家 INTJ の T。建築家は創造的戦略的に物事を考える上にどんなことについても計画がある人たちです。エネルギー 90% 内向型。内向型の人たちは有意義で深みのある交流を好む上、交流の機会は比較的少なくても満足します。落ち着いた環境に惹かれる傾向にあります。10% だけちょっと外交型なんだね。ほんのちょろっと一応外との交流を持つよみたいな。意識 88% 直感型。脳直やん。直感型の人たちは偏見のない心を持ち、想像力が豊かで好奇心も旺盛です。創造性を大切にし、起こる可能性が低いことや隠された意味に着目する傾向があります。文学とかでいろいろごちゃごちゃ考察考えてるような人はこれなんだ。結局。気質 88% 思考型。思考型の人たちは客観性と合理性に集中し、論理を大切にするので、時々感情を無限にしてしまいます。社会の調和より効果的かどうかを重視する傾向があります。俗に人でなしって言われる部類の人たちですか？心がない。人間の心がないんだ。大丈夫 12% 感情型だから。戦術 63% 計画型です。中途半端な。微妙に半分超えてるからみたいなね。計画型の人たちは決断力がある上几帳面です。予見可能性、明瞭さ、併合を大事にし、無計画に何かをするのではなく、整った環境に身を置いたり計画を立てたりすることを好みます。難しいんだけど別に計画を立てることが好きなんじゃなくって、その後の不安を消したいから計画を立てているっていう、どっちかっていうと後ろ向きな理由なんだけどね。やんなきゃいけないからやってるってことでしょ。やんないと不安だから。アイデンティティ86% 激動型。
激動型の人たちは自意識が強くストレスに敏感で、自分の感情に切迫感を感じます。完璧主義な上に成功願望があり、自己研鑽に精力的な傾向があります。なんか大変そうだね。ストレス耐性低いってことでしょ。トップでいることは孤独でもある極めてレアで、かつ非常に有能な性格タイプ建築家の人たちはこのことをよく知っているでしょう。理性的で頭の回転が速く、自分の思考能力、さらに偽善や欺瞞を不思議なほどにも簡単に見透かす力を誇りに感じている人たちです。建築家の頭は常に動いていて、自分の周囲で起こっていること全部をひっきりなしに分析するので、そうだわ。自分のペースについてきてくれる人を見つけるのが大変だと感じることもあるでしょう。パイオニア精神。建築家は全てのことを疑う人たちです。多くの性格タイプは他人の専門知識や社会通念を自分の人生の道しるべとし、現状を受け入れる傾向がありますが、常に懐疑的な建築家は自分でいろいろなことを理解発見することを好みます。物事を改善させるためには規則を破ったり人から非難されたりすることも厭わない傾向があります。いや、そんなことはないよ。ルールは守った方がいいよ。それどころかそういうことが楽しいと感じるのです。これなかなかやべえ人間なのでは。ただし、新しいアイデアは実際にうまくいくものでなければ価値がないと建築家は言うでしょう。結果主義。ただ単にクリエイティブでありたいのではなく、成功願望があるのです。仕事には極めてひたむきで、自分の見識、ロジック、意志力を全力で活用するタイプです。無意味な規則や浅はかな批判で自分の邪魔をするような人には遭遇したくないと感じているでしょう。これみんなそうじゃないのね。建築家は骨の髄まで独立心があるので、他人の期待は気にせずに自分のアイデアを追求したいのです。自立心が強いという特徴もあり、一人で何かをするのも気になりません。周りの人が自分に追いついてくるまで待つのを嫌うからかもしれません。何か決断をする際に他の人の意見などを聞くことも通常好みません。いや、そんなことないよ。結構聞くよ、私。周りの人の考え、希望、計画を無視してしまうので、この一匹狼的な姿勢を無神経だと感じる人もいます。だからといって思いやりがない人だと考えるのは誤解です。ストイックに知的な建築家に対するステレオタイプはいろいろあるかもしれませんが、建築家は感情にとても敏感です。物事がうまくいかなかったり、人を傷つけてしまったりするとショックを受け、繊細やな。めんどくせえな。原因究明に多くの時間と労力を費やすでしょう。普段の意思決定において感情はあまり重視しないかもしれませんが、建築家はれっきとした人間なのです。このさ、人の意見感情ってさ、その世の中にいる人間っていう意味での感情とさ、近場の人間だとまた変わってくるよね。知識に貪欲。建築家は非常に大胆な夢を描く人たちであると同時に、ものすごく悲観的でもあります。意志と知力があればどんな難しい目標でも達成できると信じている一方で、人間性を害して冷たい目で見ています。ほとんどの人間は怠惰で想像力がなく、平凡な人間で一生を終える運命だと建築家は思っているのです。自分の知見と知的敏感さから自己肯定感の多くを得ているタイプで、学校で読書家やガリ勉などと呼ばれていたこともあったでしょう。あった。でもこのようなレッテルを悪くは受け止めず、いや悪く受け止めてたけどね。まあ悪口ですね。悪口だよね、普通にね。逆にポジティブなものとして受け入れた建築家も少なくないでしょう。興味を持った分野すべてを、たとえプログラミングであれ、カポエイラであれ、クラシック音楽であれ、独学で勉強してマスターできる、この能力を建築家自身が認識しているのです。建築家は人に自慢するために新しいことを学ぶのではありません。知識を増やすことが純粋に楽しいと感じるのです。これはそうだな。でも人に自慢するっていう目的は全くないですね。ひたむきな気質なので、くだらないこと、娯楽、意味のない噂話には興味がありません。かといって冗談が通じなかったり退屈な人間だったりというわけでは全くありません。建築家は武骨だけど基地に富んだ話をすることで知られていて、真面目な風に見えても鋭い皮肉を利かせたユーモアで笑いをもたらすでしょう。ハードルを上げるやん。人付き合いにおけるもどかしさ、親しみやすく人懐っこい人としては建築家は知られていません。礼儀正しさや社交辞令より合理性と成功を重視するタイプです。でも絶対年上に敬語使うな。つまりみんなに好かれるより正しくありたいと思うのです。好かれたいですけどね。映画や小説に出てくる悪人がよくこの性格タイプをもとに描かれるのも納得でしょう。真実と複雑さを第一にするので、多くの人が当然のようにすること、例えば世間話や罪のない嘘なども、建築家の目には無意味またはくだらないものとして映ってしまいます。
その結果、建築家の実直さを無礼、さらには侮辱的に感じてしまう人もいるでしょう。そういう人とは付き合わなくていいんですよ。建築家は人付き合いにもどかしさを感じるので、人付き合い自体をやめてしまおうかと考えることもあります。隠居。それでも他の性格タイプと同様に建築家は人と接する機会を求めます。ただし建築家は自分と同じ価値観を持った人たちに囲まれたいと思うのです。建築家は自分らしく振る舞うことで自分と似ている人たちに出会うことはよくあるでしょう。自分の興味を突き進めると自然に自信を持った建築家の振る舞いに他の人が引きつけられるのです。これは職場でも社交の場においても、さらには恋愛関係においても当てはまるでしょう。人生というチェスゲーム。矛盾に満ちているのが建築家です。想像力豊かでありながら決断力がある。野心的でありながら人前に出たがらない。好奇心旺盛でありながら集中力がある。傍から見るとこのような矛盾はまるで不可解かもしれませんが、建築家の内面の動きを理解すれば全て理にかなっていることがわかるでしょう。建築家にとって人生は巨大なチェスゲームなのです。運ではなく戦略を頼りにするタイプなので、それぞれの指し手の前にメリットとデメリットを熟考する傾向にあります。そして創意工夫と洞察力さえが十分あれば、どんな困難が途中に待ち受けていようともゲームに勝つ方法は見つけられると確信しているのです。有名な建築家、オバマの奥さん。イーロン。シュワちゃん。これ想像上の人物ってこと？だってロード・オブ・ザ・リングとか書いてあるね。モリアーティ？そんな悪い人？グレート・ギャッツビーのギャッツビー。はい、というわけで私の結果すべて出ました。どうでした？どうでしたと言われましても、むしろどうでした？そんなに意外なことはなかったけど、傍から見てどうっていう。そんなに意外なことはなかったんじゃないですか。そう。こういうのって結構さ、言われると、自分そうかも、みたいなさ、占いみたいな感じでね、思っちゃう傾向があるから、もう一人人がいて、ジャッジしてくれた方がいいかなっていうことで。まあ、外れてはいないんじゃないですか。なかなかね、私の陰キャ具合をよく表しているタイプだと思いましたね。はい。今回は西田編なので、飯村編は後日アップします。はい。もしかしたら相性とか出るかもしれんので、その場合は、飯村編かラジオのどっかで喋ります。はい。未定です。皆さんの結果もぜひコメント欄で教えてくださいね。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。